が4歳になった頃に弟から連絡があって、俺にくれないかって言われました。弟と合わせないようにするためというのもあって、自分も弟と会わなくなりましたね。で、弟が亡くなったのはその1年後です。何？背中かゆいの？ちょっと上。かいすぎ。この映像ってさんが一人で撮られたものなんですか？はい、そうです。この家の隣の人から、誰かが寝泊まりしてないかって聞かれまして、家の中から明かりが見えたり声がしたって言われたんで、それを確認しに行った時の動画です。明らかに誰もいないはずだったんですけど、一応カメラ回したら声が聞こえたんですよね。そうですね、男の声だと思います。
あの家で会った子は何歳ぐらいなの？同い年ぐらい。その子とは仲良くなったの？うちが話しかけてるけど何も喋ってくれん。その女の子はどこの部屋にいるの？いろんな部屋にいる。もちろん自分も一緒に行ってました。この家を片付けに行った時の話なんです。と、一緒に片付け終わって帰ろうとした時に、ちらって姿が見えたんで、って呼んだんです。そしたら、一回こっちを向いてすぐ奥の部屋に行っちゃったんで、でも実際は違う部屋にいてたんです。目黒と申します。今一通りこの家を撮影させていただきまして、暗視カメラなどを仕掛けてさらに何か撮れないか探っていこうと思います。今照明目黒と申します。今一通りこの家を撮影させていただきまして、暗視カメラなどを仕掛けてさらに何か撮れないか探っていこうと思います。今照明
ともとこの依頼をしてきたのは夏さんであったが、父親の健吾さんの要望により、検証やインタビューは健吾さんと次女、三女のみで行った。これが今回の行き違いの要因であった。後に動画を確認した夏さんから、健吾さんが事実と違うことを述べているという指摘があった。実際には次女は健吾さんの娘ではなく弟の娘なのだという。弟の奥さんは娘の出産と同時期に亡くなった。その際、弟は自身の病気の都合もあり、娘を育てられない状況であった。弟の奥さん側には頼れる親戚もいなく、兄夫婦である健吾さんと夏さんが次女を育てることとなった。そして4年が経った頃、弟は兄にお願いした。自身の娘を育てたいと。それを兄の健吾さんは断った。それどころか、次女と弟を遠ざけた。弟は兄の娘を自分にくれと言ったのではなかったのだ。その1年後に弟は自らの命を絶ってしまったのである。ちらって姿が見えたんで、千尋って読んだんです。